ち運営していくにはどういうところに気をつけるといいっていうのを何かつかまれることとか。そうですね。避難している方々の状況も様々ですね。全く家も家財もなくしてしまった人もいらっしゃいます。中には、一人でいるとその余震が怖いので避難しているっていう方々も様々いらっしゃいます。皆さん避難者ですから同じようにやっていきますが、一番大事なことは、避難している人々の思いや気持ちを聞いて、それを運営にどうつなげていくかということだと思いましたね。ですから部屋ごとでも中にはこういさかいがある部屋なんかもあるわけですね。でそういう部屋のリーダーさんからは、誰か聞いてくれる場所が欲しいというような話もあって、早い時期にカウンセリングルームっていうのを設けました。で、専門家は、うちの学校のスクールカウンセラーさんが来た時にはその方にお願いしましたけれども、特にはいないわけですね。教授さんと、あとはボランティアに来ていた人に、誰か来たら話を聞いてやってくれという話をしました。でリーダー会でカウンセリングルームを設けましたと。何かお話がある人はそこに来て、いつでもお話を伺いますということをやりましたら、いさかいのカウンセリングルームに来る人は本当に少なかったですね。少ないんですけども、そういうことができる、あるということで、かなり安心していただいたということも実態の中ではありました。それから子どもたちについてはですね、さまざまなそのボランティアの方々が入っていましたので、10時から12時までこの場所でこういうゲームをするとか、本当に細かな支援をしていただきましたね。なんか子ども視点っていうのがなんかなおざりになったり、もしくはやっぱり親がもう津波で苦労してたりしてるのを知ってるので、我慢しなきゃっていうことで子どもの結構環境っていうのは結構難しいなと思うっていうそうすごいご意ですね。見があったんですが、まあ、でもここはまあ少し他の場所よりは子どもの人数っていうのは多かったと思うんですが。そうですね。100人弱ぐらいだったと思いますけどね、子どもたちは。中学生以上の子どもたちは、もう一緒にボランティア活動をしていましたので、中学生ぐらいになれば、さまざまその避難してきている人のために自分が何ができるかという前向きな形で、活動しておりました。その中のこうよく働いた子はね、教育長さんから表彰していただいたりしたんでね、小学生についてはやはりそこまでいかなかったので、ただ学校の掃除とかなんかは積極的にお母さんと一緒に手伝ってくださいましたけれども、やはり、ずっと息が詰まるような時間もあったでしょうから、そのボランティアで入ってきた NPO さんのね、来ていただいて、定期的にここでこのような遊びをしていますよということで、広報していただいて、集まって、かなり、子どもたちの心のケアにはなったんではないかなというふうに思っています。生徒の皆さんはどのような表情とか挨拶が普通にできたりとか、まあ、その様子っていうのとどういう。私たちが心配したよりは、子どもたちはいつもの笑顔を見せてくれました。子どもたちが元気で活動しているのがやはり学校だなというのをね、改めて感じました。ただどちらかというと保護者の方が大変心配しているということも言えます。また学校では元気に振る舞っていても夜一人では眠れないとかトイレに行けないとか、そういう子どもたちがいたことも事実です。ですからやはりその子どもたちの気持ち心のケアというのはや
やはり第一に努めなければいけないところからスタートしているのはその通りだと思います。ただ教育委員会だとかそういうところからもたくさんの支援が入っておりましたし、教員も復興加配とかね、そういう形で、いろいろ手当てしていただいているので、その辺の部分でも学校としては大きな助けになったということも言えると思います。子どもたちのその活動で、今年は学校の目標そのものを共に立ち上がろう七言にしています。子どもの元気な姿が地域や周りを元気にするんだろうということで、今小学生、小学校としてできることを子どもと一緒にいろいろ考えながら取り組んでいるところです。特にもともと伊材とか伊船とかあったり、ちょうど海にも近いですし、農村地域と都市の住宅地が接する、ちょうど中心にあると思うんですけど、今後やはり地域の人が避難してきた場所でもあったり、地域との関係とか子どものこれからっていうのは結構重要にまた作り直していかなきゃダメかなと思うんですけど、先生はその点は。そうですね、先日その町内会長さん方に集まってねいただいてお話しする機会があったんですが、その時にある町内会長さんから、学校との垣根がなくなったという表現されましたけれども、私たちは初めから垣根など作ってないつもりでしたけれども、この避難所で、その方々も長い間、この学校で、いろいろ生活されて、私たちもいろんな話、こんなに長くいろんな方と話す時間を持つなんてことはなかったぐらいなんですが、そういう中で、やはり、今までもそのオラホの学校ということを謳い文句でやってきておりましたけれども、地域の方々にも本当の意味で、オラホの学校という意識を持っていただけたんじゃないかなというふうに思います。前から本当に今お話しいただいたように、イグネを利用した子どもたちの活動だとか、その米作りだとか、大豆を育てたり、味噌を作ったり、豆腐を作ったりということで、地域の方々に支援していただいて、子どもたちも本当に地域の中で育てていただいていた学校でもあったので、その部分をさらに発展させる機会にはなり得るのかなというふうに感じましたけど、あとさっきちょっと原稿出してくれと言われたのでね書いてたんですが、おかげさまでという文面で書きましたけども、それは震災があって4日ぐらい経った頃でしょうかね、電気が復旧して翌日、中国の記者の方に質問を受けたんです。それは中国も地震があって、たくさんその避難所運営というのがあると、被災してた人たちが集まって、しかし、こんなに整然として落ち着いている避難所というのは中国ではありえないことだと、見たこともないと、なぜだという質問を受けました。その時に、これは避難している皆様方から言われていたので私自身も感じたんですが、日本人は普段の生活から何か自分にとっていいことがあったり、誰かのお世話になった時にはおかげさまでという気持ちで生活しているんだと、そういう話をいたしました。私自身もその38日間の避難所を運営してみてね、まさにさまざまな方のおかげで、成り立ってたし、そしてこれは避難している方々も同じだったんじゃないかなというふうに思いますが、そういうおかげさまでという気持ちね、子どもたちにも、感じ取ってほしいなというふうに思っています。きっとできると思いますけどね。